ザ・ディベートへようこそ。ここでは事象の背後にある本質的な問いに対し、異なる専門的視点から精緻な議論を交わし、多角的な理解を深めていきます。さて、いきなりですが、あなたの家の冷蔵庫に今日アルミホイルはありますか？もちろんありますよ。普通にキッチンにあるごくありふれた日用品ですからね。普段その存在を意識することすら、ほとんどないんですけど。そうですよね。あの、私たちは普段地政学的な危機をどこか遠い国のニュースの中の出来事として捉えがちです。でも今、あなたのキッチンにあるその一枚の薄いアルミホイルが、実は極めて深刻な世界規模の危機と直接的に結びついているんです。なるほど。グローバルなサプライチェーンを抽象的な数字として語るんじゃなくて、手元にある物理的なものから読み解くわけですね。すごく面白い入り口だと思います。本日の議論の出発点は、2026年3月に起きた中東での決定的な事象です。はい。米国とイスラエルによるイランへの攻撃、そしてイランの報復ですね。これによって幅わずか50キロのホルムズ海峡が、事実上の封鎖状態に陥りました。原油価格への影響は当然ニュースのヘッドラインを飾っていますが、今回私たちが解剖すべき本質はそこじゃないんです。原油だけではないと。はい。実は現在アルミニウムの価格が4年ぶりの最高値へと急騰しています。そして同時に世界的な供給停止の危機にあるヘリウムが私たちのテクノロジーの基盤を根底から揺るがしてがらしているんです。ホルムズ海峡という中東のチョークポイントが塞がれたことで、エネルギーだけではなく、産業の骨格である汎用金属のアルミと、最先端技術に不可欠な特殊ガスのヘリウムという、全く異なる2つの領域に見えざる衝撃波が走っているわけですね。その通りです。そこで本日の中心的な問いを提示します。この未曾有の中東危機が日本にもたらす最大の脅威とは何か。私はアルミニウムの供給ショックによる家計や消費財への直接的なインフレ打撃こそが最も切迫した危機であり、歴史的教訓に基づく個人の知識による防衛が有効に機能する領域だと考えます。対照的に私は消費財のインフレという表面的な痛みよりも、カタールのヘリウム供給停止に伴う半導体や次世代テクノロジーの構造的かつ長期的な機能不全こそが本質的な脅威だと捉えています。これは個人レベルの防衛策では到底太刀打ちできない産業構造そのものの麻痺を意味するからです。ではまず私のポジションから明確にさせてください。2026年2月28日のイラン最高指導者死亡から始まったこの連鎖的な危機で、現在世界のアルミニウム生産量の約 9% を占める湾岸諸国の供給が滞っています。9% ですか。なぜ中東でそんなにアルミがと思われるかもしれませんが、アルミニウムの精錬には莫大な電力が必要なんですよね。そうです。湾岸諸国は豊富な天然ガスを使った安価な電力で巨大な精錬所を稼働させてきたからです。だからこそ電気の缶詰と呼ばれるわけです。なるほど。アルミニウムならではの地理的偏在ですね。はい。そして今回の事態は単なる一時的な減産ではないんです。実際にバーレンの巨大アルミニウム企業であるアルバ社は一部の顧客に対して不可抗力条項フォースマジュールを発動しました。ちょっと待ってください。不可抗力条項ってことは、もう戦争や災害で物理的に納品が不可能になったから法的に契約上の義務を免除されるっていう非常に強い宣言ですよね。まさにそれです。サプライチェーンにおける完全な断絶を意味します。市場がパニックになるのも無理はありません。結果としてロンドン金属取引所 LME のアルミニウム先物価格は一時3546ドルに達しました。ものすごい高騰ですね。日経新聞の報道にもあるように前週比で 6% 高、1年間で見れば約 41.5% ものの異常な価格上昇です。これが何を意味するのか。アルミホイルの原材料費に10から 15% の上昇圧力がかかるだけでなく、ブルームバーグが報じているように飲料缶の割増券は約10年ぶりの最高値に達する勢いです。いやー、それは家計に響きますね。
さらに自動車のドアパネルから住宅のアルミサッシに至るまで生活のあらゆる基盤に直接的なコスト増として波及します。だからこそ私はこの今そこにあるインフレの波を個人の知識でどう乗り越えるかが最大の課題だと主張します。提示されたデータとその論理的な帰結については非常によく理解できます。確かに家計への打撃は計り知れませんね。しかしアルミニウム価格の急騰はマクロ経済という巨大なシステムに現れた表面的な症状に過ぎないというのが私の考えです。表面的な症状ですか？ええ。真の危機はもっと深く致命的な場所にあります。イランの攻撃によってLNG、つまり液化天然ガスの施設が破壊されたことで、世界の約 30% の生産を担っていたカタールヘリウムの供給が完全にストップしてしまったという事実です。少し待ってください。ヘリウムというと、多くのリスナーは遊園地の風船を膨らませるガスとか、声を変えるパーティーグッズを想像すると思うんです。それがなぜ致命的な危機に直結するんでしょうか？そこが非常に重要なポイントなんです。一般の認識とは裏腹に、現代の産業界におけるヘリウムは、スマートフォンや AI チップの製造において、絶対に代替不可能な素材なんですよ。絶対に代替不可能なんですか？はい。半導体製造のプロセスにおいて、ナノメートル単位の極小回路をシリコンウェーハーに刻むことさえ、プラズマによってとてつもない熱が発生します。このウェーハーを極低温で冷却するために、ヘリウムガスが数百回にわたって吹きかけられるんです。この工程を経なければ、現代の高度なチップは熱で歪んでしまって一枚たりとも製造できません。ジョージタウン大学のジェイコブ・フェルドゴイス氏もヘリウムが半導体製造の必須素材であることを指摘していましたね。そうなんです。実際 CBS ニュースも半導体メーカーはすでに2030年の製造目標を達成できないと示唆していると報じていますし、ファイナンシャルタイムズによればヘリウム価格は戦前の3倍近くに跳ね上がっています。アルミ缶の値上がりは確かに痛手ですが、別の素材を使ったり個人の工夫でしのいだりすることができますが、でも数年後にテクノロジー社会全体が物理的に停止状態に陥るというこの事態は次元が全く異なる構造的な危機なんです。おっしゃる意味はわかります。ですが少し別の視点から枠組みを提示させてください。影響の波及速度と私たちが危機と呼ぶものの手触りについてです。波及速度ですか？はい。確かにヘリウムの枯渇による半導体産業への影響は深刻ですが、それは製品開発サイクルという、2、3年後のタイムラインで顕在化する問題ですよね。一方で、アルミ価格の約 40.5% 上昇は、今この瞬間の家計を直撃しています。私はアルミニウムを現代の生活インフラにおける血液だと捉えているんです。血液ですか？なぜそのように例えるんですか？血液が大量に失われれば、生体は即座にショック状態に陥ります。輸血が必要になり、それは痛みを伴いコストもかかります。アルミホイル、飲料缶、フライパン、そして自動車の修理費や住宅建材のコスト増。これらは数千円からリフォームなどであれば数十万円単位で人々の生活費を今すぐ奪い去ります。確かにすぐ影響が出ますね。この血液の滞りがもたらす直接的な生活水準の低下こそが社会不安に直結する最も即応性が求められる危機ではないでしょうか。私は全く異なるアプローチを取ります。あなたがアルミを血液に例えるなら、私はヘリウムを21世紀経済の神経系に例えます。神経系ですか？血液の喪失、つまりアルミニウムのコスト増がもたらすのはインフレです。企業は価格転嫁を行い、消費者はより高い対価を支払うことで、痛みは伴いますが、システム自体は生き延びることができます。まさに輸血で生き延びるように。そうですね。しかし、神経系が切断されたらどうなるか。脳からの指令が手足に届かなくなります。AI チップが手足だとすれば、ヘリウムの欠如は製品の値上げではなく、完全な麻痺、すなわち製造そのものが不可能になることを意味するんです。ここで一つの疑問が湧くんですが、冷却が必要ならなぜ他のガスを使わないんでしょうか。例えば液体窒素も極低温ですよね。
はるかに安価で手に入りやすいはずですが。素晴らしい質問です。そこがまさに物理法則の壁なんですよ。物理法則の壁？はい。液体窒素の沸点はマイナス196度です。これでも十分に冷たいように思えますが、現代の局所化された AI チップの製造工程で発生する局所的な超高温を瞬時に奪い去るには全く温度が足りないんです。マイナス196度でも足りないんですか？ええ。一方、ヘリウムの沸点はマイナス269度、絶対0度に最も近い物質です。しかも熱伝導率が極めて高く、科学的に安定しているため、シリコンと反応しない。現時点の人類の科学力において、マイナス269度でシリコンを安全に冷却できる物質はヘリウム以外に存在しないんです。なるほど。窒素ではそもそも温度が足りず、上葉が溶けたり歪んだりしてしまうわけですね。その通りです。だからこそ、2030年の製造目標が達成できないという CBS ニュースの報道は、単なる企業の業績悪化じゃなくて、人類の技術的進歩が物理的な限界に直面したことを示しているんです。物理法則上大体不可能であるという絶望感はよく理解できました。リスナーの皆さんのためにもう一つクリアにしておきたいんですが、そもそもなぜ天然ガス、つまり LNG の施設が破壊されたことがヘリウムの枯渇に直結するんでしょうか？ヘリウムは空気中に存在するものではないんですか？これも非常に重要なポイントですね。実は、私たちが産業で使っているヘリウムは空気から集めているわけじゃないんです。違うんですか？ええ。空気中のヘリウムは軽すぎて宇宙空間に逃げてしまうためです。地球上で採掘可能なヘリウムは何億年もかけて地下のウランなどが放射線崩壊を起こした結果生まれたもので、それが天然ガスと一緒に地下の岩盤に閉じ込められているんです。なるほど。つまりヘリウムは天然ガス採掘の副産物としてしか得られないと。その通りです。カタールの LNG 施設が止まるということは、そこから抽出されるはずだった世界の 30% のヘリウムも同時に消滅することを意味します。完全な一連託生というわけですね。ただ、代替不可能で物理的な限界があるという点は同意するんですが、私たちが議論すべきは、この事象に対して我々はどう向き合うべきかという実践的な側面でもあるはずです。実践的な側面ですか？例えば。ここで過去の歴史的教訓を振り返ってみましょう。1929年の世界大恐慌の際、ロックフェラー家はなぜ生き残れたのか。彼らは単に株価が暴落するという表面的なニュースに反応したのではなく、資本の流れる構造を深く理解していました。過剰なレバレッジに気づき、暴落の前に実物資産や現金へとポジションを移していた。危機のメカニズムを知っていたからこそ防衛できたのです。なるほど。構造を理解して先に動いたと。はい。より近い例で言えば、2022年のウクライナ危機の際です。アルミ価格が史上最高年の3849ドルを記録したとき、サプライチェーンの断絶という構造をいち早く理解した人々は、インフレが日用品や建材に波及する前に、リフォームの見積もりを急いだり、資産の一部をコモディティに分散させたりしました。私が強調したいのは、今回もアルミの供給が止まったという物理的事実とメカニズムを知ることこそが、最強の防衛手段になるということです。非常に説得力のある議論です。知識が個人の資産や生活を防衛するというのは事実でしょう。しかし、その教訓には一つの重大な前提条件があることにお気づきですか？前提条件ですか？ええ。それは、システムの中に回避策が残されている場合にのみ機能するということです。どういうことでしょうか？ 2008年のリーマンショックや2022年のウクライナ危機の際、構造を理解していた企業や個人は代替ルートを確保しました。しかしそれは地球上のどこかに代替の供給元や逃避できる資産が存在したからです。それはそうですね。アルミのインフレを避けるために早めに建材を買うことはできても、ヘリウムの場合はどうでしょう？カタール産に 30% を依存している現状で、しかも天然ガスの副産物という特殊性ゆえに、他の国が明日から急にヘリウムを増産することは不可能です。即座に別の場所から持ってくることができないと。個人の知識、例えば
リスナーの皆さんが半導体不足が来るぞと理解したところで、2、3年後の世界的な半導体の物理的枯渇という巨大な波は防げません。個人の知る力を過信することは、かえってこの問題の構造的な絶望、つまり私たちの社会がいかに脆い基盤の上に乗っているかという事実から目を背けることになりませんか？構造的な限界があることは認めます。ただ、個人がマクロな産業構造を直接変えられないからといって、ミクロな防衛策が無意味であるという結論には飛躍があると感じます。飛躍ですか？例えば、半導体不足が必至であると知っていれば、デバイスの買い替えサイクルを今すぐ見直したり、今後打撃を受けるであろうテクノロジー企業への投資スタンスを変更したりすることは可能です。マクロな解決策がないことと、知識が無力であることはイコールではありません。なるほど。防衛のスケールを個人レベルの適用に絞れば、知識がクッションの役割を果たすというのは同意します。そこで私たちが直面しているもう一つの根本的な問題に焦点を当てたいと思います。地理的、物理的な極端な集中です。ホルムズ海峡ですね。はい。冒頭で触れた幅わずか50キロの海峡。ここに日本の原油輸入の 94%、世界の石油の約2割、そしてアルミニウムの 9% が依存している。これは地政学的な偶然とはいえ、現代のグローバル経済がいかに薄ボーイの上に成り立っているかを如実に示しています。これほどの物理的集中が放置されてきたこと自体が最大の脆弱性ではないでしょうか。その物理的な脆弱性については完全に同意します。ただ、ここでもやはりそれぞれの物質性の違いが暗面を分けています。エネルギーとしての原油や汎用金属としてのアルミやその重要性ゆえに国家レベルの戦略的備蓄が存在しますよね。さらに米国やその他の地域にも生産拠点が分散しつつあります。しかしヘリウムのような高度に偏在する特殊ガスはどうでしょう？ああ、備蓄が難しいということですか？その通りです。ヘリウムは宇宙で2番目に軽い元素であり、通常のタンクでは金属の分子の隙間から徐々に抜け出てしまうんです。金属の隙間から抜けるんですか？ええ、長期保存するには極低温の高圧タンクが必要で多額のコストがかかります。つまり特定のチョークポイントに依存している特殊な物質でありながら備蓄すら困難であるという事実がエネルギー危機とは次元の異なる現代サプライチェーンの真の脆さを露呈させているんです。確かに、汎用的なコモディティと高度に特殊化された必須素材ではサプライチェーン断絶時のダメージの質が異なりますね。はい。ある馬社がアルミニウムに対して発動した不可抗力条項は、市場価格を 41.5% 跳ね上げる強力なショック療法となりましたが、それでも価格という市場メカニズムを通じて調整を図る余地、つまりお金を出せば買えるという余地は残されています。一方のヘリウムは価格が3倍になろうと10倍になろうと、物理的に存在しなければ AI の進化すら止めてしまう。そうです。私たちが今日直面している危機は経済の教科書に載っているような単純な需給バランスの崩れではありません。物理学と地政学が交差する地点で起きた不可逆的な構造変化の始まりだと捉えるべきです。議論が非常に深まってきました。そろそろ本日のディベートを総括する時間です。私は一貫して LME でのアルミ価格の急騰や各消費財への具体的な波及という事実から議論を組み立ててきました。中東の戦場、そしてホルムズ海峡という複雑で統一性学的リスクがいかにして各家庭の台所や生活に直結しているのか、はい。このメカニズムを理解し、個人が金融的、生活的な防衛策を迅速に講じることの重要性を強調しました。物価高という嵐の中で歴史の教訓を学び、知識を武器にして優先順位を組み替えることこそが私たちが今すぐ取れる最も現実的な行動です。そして私はアルミニウムのインフレがもたらす生活への即時的な影響を認めつつも、その背後で進行しているより深く致命的な事象に光を当てました。カタールの LNG 施設破壊に伴うヘリウムの供給停止と2030年の半導体目標未達という事実が示すように、個人の対処や市場の価格調整メカニズムを超えたレベルでグローバルな製造業とテクノロジーの基盤がいかに脆いかという点です。私たちは今、表面的なインフレの防衛策を議論するのと同時に、この極度に偏在し、
代替の効かない物理的物質に依存しきった産業構造そのものをどう転換していくかというマクロな視点を持つことが不可欠です。両者の視点は、事象の異なるレイヤーを映し出す鏡のようなものですね。本日の議論を通じて、私たちは一つの確固たる共通認識に到達しました。それは、今回の中東での危機と、ホルムズ海峡も封鎖が、単なる一時的な物価高のニュースとして消費されるべきものではないということです。これは世界経済とサプライチェーンの根本的な仕組みを見直し、私たちの文明が依存している物理的基盤の脆弱性を直視するための極めて重要なケーススタディです。リスナーも皆さんには、本日提示された生活インフレへのミクロな対処と、産業構造の転換というマクロな視点、この2つのレンズを通じて、現在進行形の危機が意味するものを継続的に探求し、思索を深めていただければと思います。情報の表層をなぞるだけではなく、その奥にあるなぜ、どのようにというメカニズムを問い続けること。それこそが、この複雑な世界を生き抜くための真の知性と言えるでしょう。番組の冒頭で、皆様に冷蔵庫の中のアルミホイルを思い浮かべていただきました。薄くありふれた一枚の金属は、もはや単なるキッチン用品ではありません。はい。世界とつながっています。それは中東の緊迫した情勢、海峡を塞ぐ軍艦、そして冷えゆく半導体工場まで、私たちの脆弱な世界をつなぐ確かな導線なんです。皆様は今日、この世界を動かす裏側のメカニズムに触れました。この複雑な事象をどう解釈し、どう行動するかは、リスナーの皆様一人一人の思考に委ねられています。本日はお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。